はい、どうもです。今回はですね、こちら、昆布締めっていう食材ですね。ということで、まずは捕獲映像からご覧ください。ということで、昼の海にやってきました。サンゴ礁の浅瀬を抜けてポイントへ向かっていきます。優雅に泳ぐのはアオウミガメ。大きいものは優に100キロを超える巨大なカメです。そして謎の棒状の生物の群れ。皆さん何の生物か分かりますか？こちらの魚、ヘコアユって言って頭を下にしたまま泳ぐ珍しい種類なんですね。こちらはクマノミ。イソギンチャクと共生していますね。さて、何やら発見したようです。大急ぎで追っかけていってます。海底には何がいるのか、マサル視点を見ていきましょう。黒い生物がいました。潜行開始。体の色を変化させて威嚇してきてます。と、ここで逃げられてしまいます。諦めず距離を詰めてなんとか突きたいところ。ヒット。見事命中しました。そしてとんでもない罪を吐きながら逃げていきます。こちらは昆布締め、世界最大級のコウイカです。いや、炭出しすぎでしょ。視界がゼロになりました。ちなみにイカスミは旨味成分の塊なんで、多分この辺の海水うまいです。遠目から見たらこんな感じです。やばいですよね。さて、それではね、昆布締めめちゃめちゃ暴れるんで締めていきましょう。でね、この日ね、ナイフ持ってくるの忘れたんで、もう水中銃で締めてます。それでは締めたところで持って帰って料理をしていきましょう。はい、ということで今日は昆布締めなんですけども、こちらのイカね、世界最大級のコウイカと言われています。大きいやつだと15キロぐらいになります。で、ちなみに今日は3キロぐらい。まあそんな感じのね、イカをさばいていくんですけども、せっかくなんでね、まずはね、観察していきましょう。こちらが昆布締めですね。まあこのぐらいのサイズだったらね、うわ、でかって感じじゃないよね。ちなみにイカの驚くべき生態があって、これ、皆さん、何歳ぐらいだと思います？実は1歳から2歳ぐらいなんですね。1年でね、ここまで大きくなるんですね。すごいですよね。で、今ちょっと隠れちゃってるんですけども、長い足がね、2本あるんですね。これ。ほら、おそらくこれを伸ばしてね、獲物とかを取ってるんじゃなかったかな。で、拳締め、まあ海の映像見てもらったらわかると思うんですけど、炭がとんでもないんですよ。取って普通に置いとくともう炭だらけになっちゃうんで、こんな感じで、炭の出る場所をこれでもうがっちりとロックしてます。これをせずにね、競り出すと、もう炭だらけじゃねえかってね、怒られるんですよ。で、今日はですね、僕の夢をね、一つ、実現させたいんですけども、イカスミパスタが食べたい。昆布締めのイカスミパスタが食べたいんですよ。まあ、郷土料理で、イカの炭を使った味噌汁。炭汁っていうものがあって、それに一回挑戦したことがあるんですけども、気になったらね、概要欄からチェックしてみてほしいんですけど、とんでもなく臭いの、こいつの炭。ゲボ出るぐらい臭いの。でもその臭い炭を使って、なんとか美味しくね、イカスミスパゲッティを作ってみたい。ということで今日はイカスミスパゲッティを作っていきます。はい、それではさばいていきましょうか。白の上に白だと見づらいんで、珍しく木のまな板を使っていきましょう。で、まずですね、胴体と足の部分を外していきます。今日はイカスミ使うんで、ちゃんとね、取っていきましょうね。いつもそんなね、ちゃんと取ることないんですけども。よし、取れた。取れました。ゲソです。で、ここに甲が入ってるんですね。この甲もね、取り外していきます。春時期とかに沖縄の海岸とか行くと、昆布締めの甲がね、いっぱい海岸に落ちてるんですよ。イカ船とか言うのかな？海岸は腐らなくて、で、かつ、水に浮くものが大体ね、打ち上がってくるんですよ。ペットボトルとか軽石とか、そして、この昆布締めの甲。これも水に入れたら浮くんで、めちゃめちゃ流れ着きます。はい、出していきましょう。
出ました。かわいい。これがね、めちゃめちゃ流れ着いてる。日本海とかでも普通のね、コウイカのやつがね、流れ着いてますよね。最近なあ、この魚とかイカとかの内臓を映すとすぐね広告停止食らうんで、あんまりね映したくないんですけど、今日は炭ぐらい見せましょう。なんか動物を食べるってことは絶対にさばくっていう過程は必要なのにさ、それが不適切って扱われる世の中ってなんかちょっと嫌だよね。まあ仕方ないんですけどね。よし、取れた。ほら、こんな感じで炭袋縛ってるんですよ。それではね、ゲソの部分いきましょう。で、今回はね、使わないんですけど、ここね、イカの肝があるんですね。これを使って、イカの塩辛とかね、作ったりすることもできます。で、島の居酒屋だと、昆布締めの肝を使って、塩辛作ってる人もいましたね。で、身の部分は取っていきます。ただね、昆布締めね、内臓のね、匂いがきついんで、結構ね、処理が難しい。俺には扱いきれない感があります。これ今回使いません。で、そしてこれね、有名な場所ですよね。イカのイラストとかにね、よく出てくるよね。これイカの口です。こっからね、炭吐いたりだとか、あとはね、水をバッて噴出して移動したりします。で、次、ゲソ。あれじゃない、パイレーツ・オブ・カリビアンに出てくるイカのヒゲの敵じゃん。しょうもないこと言っておりますが、これ真っ二つに割ります。あ、真っ二つに割れなかった。で、イカの口はね、ここにあるんですよ。これがね、イカの口。これ見て。すっごいくちばしがあるんですよ。もう鳥のくちばしみたいなのがあるんですね。取るときにこれに噛まれると、本当にね、痛いらしいです。まあ、カラスの口みたいなんで、カラストンビって言って、まあ、珍味としてもね、食べられてたりとかします。可愛い目があるんですけど、これはね、食べられないんで、外していきます。食べられないって今言ったけど、食べて死ぬとかではないですよ。美味しくないらしいです。これでね、だいぶ食材っぽくなってきたんですけどね、実はイカの足、このままでは食べれません。っていうのも、使用体恐怖症の人、注意してくださいね。これです。イカの足って、歯があるんですよ。こんな感じでね。一個一個歯があって、これがね、硬くてね、食べられないんですね。なんで、チンペーパーとかこうやって握って、ゴリゴリ取っていきます。この一手間がないと、イカの足はちょっとしんどいですね。で、ちなみにこの2本の長い足、食腕って言うんですけど、まあ、獲物とかね、触ってるから、汚いから食べないっていう人いるんですけど、火通せば全然食べれるんで、しかもね、これ柔らかくてね、美味しい。やっと吸盤落とし終わったわ。切っていきましょう。あ、やばい。屋台のイカゲソ焼きにしたくなってきた。焼肉のタレで焼きたいな。どうしよう。めちゃめちゃイカゲソ焼きにしたい。焼きたいな。どうしよう。焼こう。1本だけ焼きましょう。1本だけ。で、焼肉のタレで焼こう。これちっちゃいな。これやな。いつかバーベキューしようと思って、ずっと串が用意してあるんですけど、一回もしてないね。バーベキューしそうな YouTuber が来るやろうなって思って準備したけど、バーベキューする YouTuber 一度も来てない。全然コラボしないもんな。お、いいじゃないですか。一人でバーベキューするよ、もう。これ後で焼こう。めっちゃいい。はい、そしたらラスト、頭ですね。これやっていきましょう。頭なのかな、ここの部位を何というのか知らないんですけども。もうね、これはね、皮剥ぐだけです。で、反対側。最初さばくのね、超難しかったけど、まあ、さばき方分かってしまえば、さばけるようになりますよね。で、これを、剥いでいきます。よし、力技や。よいしょ。はい、こんな感じ。で、ここまで来るとね、干物とかで見たことある形ですよね。で、ただね、このイカまだこれじゃ割れないっていうのがね、めんどくさいところ。薄皮があるんですよ。ほら、こんな感じで。で、この薄皮を剥いだら、ようやく刺身として食べれるようになります。はい、ようやくね、綺麗になりました。で、今回刺身は盛り付けないんですけど、まあ、これをこんな感じで、割って、こんなもんかな。このイカね、めっちゃ太いんで、このままだとイカそうめんにならないんですけど、これをね、さらに半分とかに割って、こういう風に切ったら、イカそうめんっぽくなりますよ。イカっぽい感じね。全然イカそうめんじゃないな、硬くて。醤油食べよう。もうお腹空いてるから、俺は。あ、かけすぎた。いただきます。うまっ。ちょっとうまいわ、これ。やっぱイカうまいな。普通のイカとは違って歯応えがすごいんですよ。柔らかくはない。で、味がすごい濃い感じ。うまっ。はい、それではね、可食部に出揃いました。これがね、イカの胴体、そしてイカのゲソ。こちらが炭とかですね。で、まず、イカのゲソ焼きからね、作っていきましょう。焼く機械とかないんで、もう直焼きよ。直焼き。皆さんはね、真似しないようにしてくださいね。もしかしたら危険かもしれません。こうです。
直焼きです。こんなん絶対うまいやん。なんか小学生の頃さ、祭り行ったらさ、だいたい屋台でイカゲソ焼いてるやん。でもこのサイズ高いんよ。800円ぐらいするんよ。800円はなかなか買ってもらえんでさ、ずっと食べたかったよな。やっぱね、300円にしときどうせ食べれんからって言われるよね。でもこのサイズが食べたいんよ。今日は夢を叶えてます。おー、ジュージュー言い出した。イカのゲソってさ、吸盤がめちゃくちゃ規則的についてるんだね。 TikTok でいるよね、こういうガスコンロで直接焼いてる人。おー、危ないわ。やっぱいいね、完成や。じゃあここに焼肉のタレ。あ、もううまいわ。勝ち申した。早くパスタ作って食べよう。待ちきれない。はい、じゃあ材料を準備していきましょう。今日使うのはイカゲソ。切れてないね。気になりますよね。僕は気になりません。昆布締めね、結構硬いんでちっちゃめに切った方がいいと思います。食感はさっき言った通りそんな硬くないんで、そんなちっちゃく切る必要ないですね。よし、 OK。 じゃあこの中入れましょう。そして本日のメインディッシュ、イカスミです。あんだけさ吐き出してたのにまだこんなに残ってるよ。普通ね、イカって1つぐらい使うらしいんですけど、さすがにこれ全部使うと臭すぎて死ぬんで。うわー、墨汁と同じ色。これだけだと伝わらないと思うんで、この炭がどれだけやばいか水に溶いてみましょう。包丁についたやつね。これですよ、真っ黒ですよ。この包丁についたちょっとだけの炭をこうやって溶いただけでやばいですよ。これとにかくね、濃度がやばいんですわ。ちょっと黒いじゃないですからね、真っ黒ですからね。ですぐ見えなくなりますよ。若干透明だったら透けて見えるじゃないですか。これですからね。あ、臭くない。あ、臭くない。今日はこの包丁の先っぽについたあんだけの量であれですよ。でもこれ摂取したら1週間うんこ黒いと思う。で、今日はですね、野菜も使っていきます。玉ねぎですね。毎回思うんだけどさ、みんな玉ねぎ剥くし見たい？カットするかめっちゃ迷うんだけど、いや見たいよな。やっぱみんな玉ねぎさばくところも見たいよ。うん、わかる。今日は千切りっていうのかな、こんな感じで、まあ4分の1玉でいいでしょう。ちょっとね、今ね玉ねぎの芯取ってなかったなって気づいたんですけど、もう耐えましょう。そこはニンニクです。昔働いたバイト先はニンニクのスライスめっちゃ使うとこだったんですけど、そこでね死ぬほど切らされたんで、僕の特技ニンニクを切ることになってます。そんなに切れなかった。もう衰えてる。まあニンニクは2かけでいいでしょう。はい、それじゃあ食材が出揃ったところで、こちら使ってイカスミパスタ作っていきましょう。でイカスミパスタ調べたらコンソメとか使うらしいんですけど、今回ねイカスミの味を味わいたいんで、シンプルに調味料塩だけでいこうと思います。そう、大学生の頃パスタ作りにハマってたんですよ、実は。3日ぐらいね。ちょっとカッコつけようと思ったけど、本当のこと言っちゃった。3日ぐらいしかハマってなかったわ。ハマってるって言わねえな。唐辛子。もうね、3日間で一つ分かったことがあって、ニンニクとしめじを入れるとマジで美味しい。キノコの旨味ってやっぱ最強ですね。追いオリーブしましょう。うわー、そしてここに玉ねぎで、イカゲソ。めっちゃ具だくさんになったな。俺のチャンネルとは思えんぐらいおしゃれな料理やな。まあ、全部今から黒くなるんですけどもね、おしゃれとか関係なくなるから。じゃあここいらで入れますか。イカスミこんなもん、これ 1cc ぐらいだと思うんですけど、ちょっと濃いんで一旦こんだけ。これで真っ黒になるのかな。いきますよ。これですよ。これ3滴ぐらいしか入ってないけど、さすがにこれじゃ黒くならんか。あー、ちょっと弱かったね。ビビりすぎたね。いや、だいぶ黒くなってるよ、3滴で。ただまだやな。今のビビりすぎたな。こんぐらい入れていいわ。いきましょう。ドン。めっちゃいい香りなんやけど、やっぱ少量だったら旨味成分生かしていけるかな。で、イカスミ臭いんで、こちらお酒入れていきます。アルコール飛ばさなきゃ。うわ、真っ黒なったね。まあこんなもんか。じゃあソースが出来上がったんで、麺を茹でていきましょう。はい、料理終盤ね、だいぶキッチンがごちゃついていますが、水入れていきます。まあこんなもんでいいでしょう。んで、ここに塩です。セット。やっぱこのガスコンロだとさ、お湯沸かす時間が早くていいよね。一瞬です。はい、そしておしゃれ YouTuber なんで麺をおしゃれに入れます。はい、おしゃれ。あんまり意味ないんですけどね、横に入るんでね、やりたかっただけ。よし、 OK。 パスタ入れていきましょう。こっち側にね。
茹で汁に塩味があるんでこれで味付けしていきます。そして思ってるほど黒くない。これはダメや。もうちょい出そう。この色よ。まあこんなもんかな。じゃあパスタ盛り付けていきましょう。全然合わん、この緑の色と黒色。白にしよう。あ、白の方が全然いいね。野菜もね入れときましょう。わ、いいね。これだよ、これ絶対うまいやん。完成です。はい、それでは完成しました。いただきます。いやー、イカスミパスタどんな味なんやろうね。楽しみやな。俺は箸で食べます。おお、美味しそうかどうかもわからん。いただきます。待って、めちゃくちゃうまい。まあ、イカスミ入れた以外はもうやってることペペロンチーノと変わんないんで、ペペロンチーノの味がするんかなと正直思ってました。違う。このイカスミを入れることによって全然違うねっとり感が出てるし、あと旨味も全然違う。うまいです。これめちゃめちゃ美味しい。やばいな。びっくりした。久しぶりに自分の料理がちゃんと美味しいわ。めちゃめちゃうまいわ。これなんか箸で食ってるの申し訳なくなってきた。ちゃんとスプーンとフォークで食べよう。でこれ冗談抜きにそこら辺のパスタ屋で食うパスタより全然うまいわ。最近ね僕のチャンネルで点数言うことなかったんですけど100点です。これはめちゃめちゃ美味しい。ただ一つ言えるのはイカの食感はパスタには合わん。柔らかすぎて気持ち悪い。口やばくやべろ。真っ黒だな。さてさて、昆布締めの言葉が出てこんな。ゲソ焼きでございます。食べましょう。めちゃくちゃうまい。うん、意外とね柔らかい。もっと硬いんだけど普段。正直言います、イカスミパスタが濃厚すぎたせいで味が全然わからん。多分美味しいと思う。食感はね結構柔らかくていい感じ。でももうほんまに味がわからん。こっちから食うべきやったわ。イカスミパスタすごいわ。全然わからん。何も味せん。ごめんみんなわかんないわ。はい、それだ、ごちそうさまでした。いやーこれはねやばい。今までちょっとねイカスミパスタって炭入れる必要本当にあんのかと思ってたんですけども、昆布締めの炭はかなりね旨味の濃度が高いんでしょうね。めちゃめちゃ美味しかったです。これはね私マサル感動しました。はい、そんな感じでね昆布締め結構美味しいイカなんで、まあ皆さんね見かけたらぜひぜひ食べてみてください。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。